はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのラーラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。2023年もどうぞよろしくお願いします。今回は乙女座さんの2023年がどんな年か大まかな流れと、主に1月から3月までで気をつけることをお話ししたいと思います。まず2023年の乙女座さんは、苦手を超え有利な思考を養える年になりそうです。苦手を超えて有利な思考を養うんですよ。ちょっとなんか上級な感じがしますよね。で、2023年に起こりそうなこととして言うと、不条理なことを有利にできる思考が身につきそうです。そしてグローバルに可能性が広がっていきます。さらには関係性は、1対1の関係性とか契約っていうのは良くも悪くもエスカレートしそうな流れです。ですので、損して得を取るみたいな誠実な関わり方が1年を通して自分にプラスに働くと思います。また今年働き方が変わる、または健康状態が変わる、劇的に良くなる、今までと体の感覚が変わるっていう方も多いんじゃないかと思います。ですので健康診断は早めに受けるようにしておいてください。っていうと、なんか悪いことあるんですかって思うかもしれないですけど、そういうことではなくて、やっぱりこの運勢を乗りこなすには体力っていうのが絶対に必要で、その体力や体っていうもののメンテナンスをするのに特に適した年っていうことなんですね。はい、ちょっと説明していきますが、まず不条理なことを有利にしていける思考ってどういうことっていうと、乙女座の皆さんとても頭が良くて分析的ですから、ネガティブな方にも考えやすいんですけれども、それをさらにもう突き詰めてプラスに持っていくみたいな、自分にとってどうしたらこの状況をプラスに転じることができるかっていうことにものすごく思考が働いて、結果的にはいい、結果的には OK ということになりそうだなと思ったんです。で、これはちょっと珍しいんですけども、何かもう本当に策を練って考えて分析して答えを出すっていうだけではなくって、その奥に結局この2023年だけじゃなくてですね、それまでやってきた自分の言動とかが全部この年に入ってくるよねみたいな結果が出るよねっていうのがありまして、特にそれは人間関係に関しては、先ほど良くも悪くもエスカレートしやすいって言ったんですけども、もうこれ以上はごまかせないっていうことで、もう関係性やめますとか、いやさらにもう絶対的な信頼関係で結ばれますみたいな、そういうのもあったりするんですね。そして要するに他者からの評価が実は上がりやすい時なんです。ですから一見ね、現実世界だけを見ると、なんか自分損してないとか、なんか全然うまくいってる気がしないって思ったとしても、実は見えないところで自分の株が上がってたりとか、他人からの信頼が増してたりとか、評価が上がってたりっていうのをしやすい時なので、不条理なことでもね、実は有利に働くんだよっていうことを体感として学べる年っていうことなんですね。ですので特に5月までの動きっていうのは本当に損して得取るっていうか、もう縁の下の力持ち的にコツコツ努力をしたり、誰かのためにやってあげたり、なんか自分の成果とか栄光とかっていうよりも、本当に誰かのために見えないところで努力をする。それがものすごいなんかもう何倍にもなって後々帰ってくるみたいなね、帰ってくるためにやるわけじゃないんですけど、そういう今年2023年の中で何か自分の中で納得いかないっていうのがあったとしても、実は評価とか信頼とかっていうのはもう見えないところで積み上げられる時ですよっていうことなので、特に5月まではそういった意識で過ごしてみてください。そしてじゃあ5月以降はっていうと、今度はね、いきなり意識がガーンと上がるんですね。そしてグローバルに可能性が広がるって書いたんですが、ものすごくその自分が今生きてる環境とか世界とか思考だけではなく、その一歩外へ、その二歩も外へみたいに出るので、本当になんかまるで5月まではコツコツ貯金をして節約してやったことが、5月以降じゃあ旅に出ますとかってその貯めたお金で何かもっと自分を伸ばす、自分の可能性を伸ばすように行動していこうっていうふうに、その貯めたものを使うっていう形になりますので、なんとなく流れ的には5月までの流れはちょっと水面下で、もしくは内々で頑張って、そして5月以降は思い切って外に出ていってねみたいな感じです。
やりたいこととか専門意識が高まったらそっち行ってくださいっていう感じですね。そういうのを見つけるのもいいですし、何か一生を通してやってみたいことみたいなことも要するに出てきやすいということです。5月以降は。それと全体のね解説のところで3月と5月と7月が流れの天気ですよって言ったんですけども、3月っていうのもすごく大きな天気でして、ちょっとそれまでの流れを言いますと、まず1月っていうのは1月13日からお仕事がスムーズにいき始めます。これまでなんとなく仕事頑張ってるんだけど成果が出ないとか、何かちょっと上司とのいざこざとか思いが通じてないとか、なんかイライラするなみたいな気持ちがあったとしたら、やっとそれが分かってもらえたとか、なんか結果が出たっていうような流れが出てくるのが1月13日以降です。でさらに1月の18日からっていうのはもっと企画をしたり自分の中で楽しい感覚っていうのも出てくるので、全体的に1月中旬から流れがスムーズになりますねっていうことです。そしてさらに1月20日まではちょっと遊び心を持ってちょっと余裕でっていうか、ちょっと真面目に頑張るっていうんじゃなくて、ちょっと余裕でふざけながら頑張るみたいなぐらいが肩の力が抜けていいよということです。そして中旬以降の流れが順調になってから、じゃあコツコツと自分の役割やっていきますっていう形で日常生活を整えていくのにふさわしい時になります。そして2月っていうのは全体的に星の流れがスムーズに流れる時なので、1月の後半に携わっていることをスムーズにそのまま2月は想定内に進めていけるなっていう感じです。そして3月が大きな転機なんですが、まずそうですね、乙女座の皆さんにとってポイント2つありまして、1つは日常生活の健康問題、もう1つは人間関係です。その2つのどちらかに何かしらの大きな変化が出るかもしれません。どちらかだったり両方だったりするかもしれませんが、まず健康のことで言うと、29年ぐらいのサイクルで見た時にこの2年ぐらいっていうのはあんまり健康状態良くない時だったんですね、乙女座の皆さんにとって。この良くない状況の中で自分が健康にどう向き合ってきたのかっていうのをベースに考えた時に、やっとそこからマシになるとか、やっと抜けるっていう感じがあると思います。でこれが一生懸命働いて健康に害を及ぼすっていうのは結構ありがちなんですけども、お仕事でもすごく忙しかったとか、またすごくきつかった、ストレスが多かったっていうものが3月以降まろやかになってくる、ストレス消えていくみたいなのもあります。ですのでちょっと調子悪かったなって思う方は、それがようやく抜けてくる、その原因となるものが解けてなくなって楽になってくるということもありますし、ご自身で何か健康に向き合ってきた方っていうのはその成果が出る、治っていく、改善していくっていうのが3月ぐらいから表面的に出てきやすいんじゃないかと思いますね。そしてもう一つ人間関係なんですが、誰かとの関係性において責任を持っていくっていうのがあるんですね。でこれはいい意味で言うと、誰かと関わることをコミットするっていうか、例えば結婚とかに関しても、結婚でただラブラブみたいな、ただすごいソウルメイトと仲良くしてよかったねっていうだけじゃないじゃないですか。現実的に本当にいい時も嫌な時も一緒に向き合っていくって決めるみたいなね、なんか協力し合うっていうそんな感じなので、お仕事の状況とかでもプライベートだけじゃなくて仕事の状況でも、そういう誰かとの関係の中でやりにくいなみたいなことがあっても責任を持って対処していく、そういう経験ができそうです。3月からということですけど、3月が一番強いので、3月に何か部署移動だったりとか配置換えだったりとか、自分の普段付き合ってる人間関係の中での変化っていうのも起きやすいかなと思います。ですので健康状態や日常生活がちょっとストレスが減って楽になった上で、自分がどんな人に対しての責任を果たしていける自分になっていくのかっていうのが3月からの流れっていうことです。例えばですけど、さっき5月までが縁の下の力持ち的にやるのがいいですよって言ったんですけど、そことその3月からの流れを組み合わせて、とにかく3月4月5月の中旬ぐらいまではもうとにかく一生懸命目の前のことをやろうっていう感じでいいんじゃないでしょうか。自分の得とか自分の権利とか、なんかそういうのを主張していくっていうよりも、なんか本当に今ある状況の中で必死にやっていると自然と5月以降抜けていくし、その間の評価も上がるしみたいな感じかなって思いました。そしてね、さっき働き方が変わるって言ったんですけれども、日常生活に何か変化が起きる
っていう星の動きがあるので、一番多いのは働く場所が変わる。同じ会社の中でもこっちからこっちに行くっていうこともあれば、働いてるチームが変わる、人間関係が変わるっていうのが多いんじゃないかなと思います。または朝の勤務だったのが昼の勤務になるとか、そういうね、時間的な配分の変化っていうのもあると思いますが、何が起こってるかっていうと、そういう現実的な時間の配分や人の配置換えや自分が働く場所の変わるっていうのは、自分の日常生活を本当に心地よく整えるために、今いろんなことが起きてきやすいです。3月からはっていうことです。特にそれは3月から6月の間です。この3月から6月の間に経験したことを踏まえて、今年の5月以降ですね、どんな世界を作っていきたいんですか？どんな自分の可能性を見つけていきたいんですか？それはまた2024年につながってきますよみたいな流れになっています。で、すごい先の話になっちゃうんですけど、2024年とかって仕事もすごくいいわけですね。ってなると、本当に自分の理想の世界を生きるための土台っていうのはもう今から作っていかなきゃいけないんですね。体力とか健康とか一日にしてならずですから、そういったことをおそらく3月から6月の間に一番もう集約して体験できそうな感じなので、もうその間は徹底して自分の健康管理に気を使うとかもそうですし、もし人間関係の中で嫌だなと思ったとしても、何が嫌なのか何が自分にそんなに引っかかっているのかなっていうことを見ていって解消する術を得るとかですね。そうすることで何も怖くなくなるので、そんな風に過ごしてみてください。この流れを踏まえた上での、私のポイントとしては、人生ってね、いい時、すごいいい時もあれば嫌な時もあるなとか、いろいろ春夏秋冬あるんですけど、特に状況や人に対してはもう損して得取るっていう意識でやっていただく方が後々楽だろうなっていう感じです。また結婚の例えなんですけど、じゃあ2人仲良く付き合ってた2人が結婚しました、一緒に暮らしていきますってなると、一緒に暮らしていく中でのちょっとした意見の違いとか考え方とか習慣の違いっていうのが出てきた時に、それをこんこんと話し合う努力をする。そうすることで2年後3年後っていうのはそんなに揉めなくてもお互いにうまく付き合っていける、一緒に暮らしていけるよねってなっていくための1年みたいな感じなので、ちょっとその人に対してすごいラッキーですねとか、すっごいいい人と出会いますねっていうよりは、もう過去に出会ってきた人の中でどうやってそれをすり合わせて自分を磨いていくか、相手との関係性をもっと信頼に満ちたものに変えていくかっていうのを今年試されるっていうことなんですね。試されるって嫌な感じがするかもしれないんですけど、本当にそれができれば怖いものなしなので、いろんな意味でのその苦手意識を超えて自分に有利に運んでいくためにいろんなことを学べる1年だなっていうのが私の見解です。はい。もう金運の話は一切なしにしておきましたっていうのは、単純に稼ぐとかそういうことではないところでの価値や評価っていうのが見えないところで上がるよっていう時なので、それを現実に出すにはもう少し後の方がいいんですよね。なんで普通です、金運とかそういうのはね。はい、ということで何かしら参考にしてください。そしてまた1月だけのですねタロットリーディングはまたすぐにアップしますので、そちらもよろしくお願いします。では、いい1年をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。